んにちは。今日は山口県周南市の観葉寺に来ました。ここは南禅寺派臨済宗のお寺です。そしてここはお寺であると同時に重森美玲庭園美術館といっても過言ではない場所です。重森先生は昭和半ばここ観葉寺に5つの庭園を作りました。そのうちの少々八景の庭は非公開のため拝見することはできませんが、その他4つのお庭と重森先生のお弟子さんが作られた庭を今日はご紹介します。まず入り口参道から重森先生の据えたすごい岩組がお出迎えしてくれます。この岩組は草原一滴の庭と名付けられていて、枯れた木の岩組となっています。この名前の由来は禅の言葉の草原一滴水から来ていて、その意味は一滴の水も無駄にするな、その一滴が大河を生むかもしれないという教えです。耳を澄ますと水の音が聞こえる通り、ここ観葉寺のお庭はすべて水がキーワードになっています。この辺は近くの錦川より高台にあるため、昔は水に恵まれない土地柄でしたが、江戸時代、岩崎宗左衛門重友という方が錦川支流から水路を引かれました。その水路は長音道と名付けられ、この観葉寺の隅々にも清い水がすがすがしい音色とともに行き渡っています。まずご覧いただくのは曲水の庭です。なんと枯山水の真ん中を長音道からの水が優雅に光り輝きながら流れています。こういった枯山水の中に本物の水を通すという手法は全国になく、このお寺でしか見ることができないと思われます。高名で庭のデザインを知り尽くした重森先生だからこそ作ることができた庭だと言えます。曲水の周囲には苔が張られ、その美しい緑が水墨画のような枯山水の世界に彩りを添えています。平安時代後期に極楽浄土を模した庭が流行ったそうですが、ここは私にとってまさに極楽浄土のようです。曲水の周囲で貴族たちが楽しそうに和歌を読み、その姿を観音様が静かに微笑んで見守っているかのような光景がイメージできます。きっとここでは誰もが不老不死を得られるでしょう。平和で美しく清らかですがすがしい、そんな心境にこの庭はさせてくれます。時間の許す限りこの美しい庭の恩恵に包まれて過ごしたい、そんなお庭です。そして曲水の庭から続くのは重森先生のお弟子さんが作られた祖師西来の庭です。祖師西来とは禅の言葉で、偉いお坊さんが禅を伝えるためにはるばるやってきたという意味です。先ほどの曲水の庭はこの庭の西側にあり、仏教では西に極楽浄土があるとされるため、この庭とその名前は重森先生との次第の関係性を彷彿とさせます。有名な禅哲学で修行僧が禅師に祖師西来の真意を尋ねるという話があります。禅師は庭前の白樹子と答えたそうです。白樹子とは伊吹という木のことらしいので、もしかしたらこの庭の一番目を引く木は伊吹でしょうか。そして庭前の白樹子は目の前の伊吹の木が存在する理由はあるようでない、ないようであるという意味だそうです。難しいですね。この禅哲学については、この祖師西来の庭を静かに見りながら自分なりの解釈を考えてみるのもいいかもしれませんね。
ここが観葉寺に豊かな水を運んできてくれる超音導の門です。そして次にご紹介するのは、重森先生が策定された九泉八海の庭です。九泉八海とは仏教における宇宙のことで、宇宙の中心に須弥山という山がそびえ、その周りに8つの山と8つの海があるとされています。月山の真ん中にある石が須弥山です。ここには不老長寿の薬を持った仙人が住んでいるそうです。そしてその周りを8つの石が取り囲み、山を表現しています。また、ここでも枯山水と本物の水の光景が同時に見られ、今までにない斬新なアイデアで8つの海を表現しています。観葉寺に重森先生が滞在していらっしゃっている間、先生の話を聞いて学びたいという人が毎日たくさん来て、先生は毎晩講義をされていたそうです。このお庭は実際は九泉八海の表現なのですが、私には真ん中にある大きな石が重森先生に見え、その周りに先生を慕う方々が集っているように見えます。先生のお人柄がにじみ出ている九泉八海だと思いました。最後にご紹介するのは地蔵夕げの庭です。こちらも重森先生の作品です。この中庭の枯山水は地蔵菩薩様と子供が遊んでいる風景を模しています。岩組とは石の持っているエネルギーを組み合わせて世界観を表す行為です。そのエネルギーは石によって方向性があり、向きや高さ、傾きなどわずかに変えるだけでもその石の発するエネルギーは変化します。そのエネルギーの変化を大いに利用し、まるで子供らが追いかけっこしているかのような動的表現を作り上げています。石は7つあります。奇数は中国の易学陰陽の考えで縁起の良い数字とされるため、岩組では石の数は奇数にされることが多いです。今日は観葉寺の5つのお庭をご紹介しました。超音導の水路を流れる水の音を BGM に5つのお庭を堪能することができ、今日私はとても癒されました。この動画を見ていただいた皆さんも同様であったら嬉しいです。今日もご視聴ありがとうございました。それではまた。